皆さんこんにちは、のらんです。こちら覚えてらっしゃいますか？実はね、動画で一回ご紹介をしたんですけれども、革で作るミニチュアサイズの可愛い小物ということでね、こちら、ドールサイズ、ミニチュアサイズの革を使ったアイテムを作るための一応レシピ本になるんですけれども、私ね、革を使った制作は一回もしたことないんですけど、ずっと憧れてて、勉強を兼ねてということで買ってたんですよ。あれから年月が流れましてね、まだ一回も革製品を結局作ってないんですけれども、実は先日テレビ番組で東京男ミシン、ミシンの紹介を番組でしていたんですよ。で、そのミシンは何かというと、革を縫うことができるミシンなんですね。で、本来革を縫うためのミシンって、もちろんすでに世の中にはあるんですけれども、どちらかというと職業用ミシンって言われる、ちょっとプロフェッショナルな方が使う高級なミシンが多いんですけど、その東京男ミシンっていうのは4万円台だっけな、割とリーズナブルな値段で、ある意味機能とかターゲットを完全に絞って、それ用のミシンを作ったみたいな感じでね、また見た目がおしゃれなんですよ。で、これをね、夫婦で見てたんです。そしたら夫がですね、やりたいと、革をやりたいと言い出しまして、ちょっとね、今我が家に唐突に革ブームが来てるんですよ。で、最初はね、そのミシンを買うんかしゃんと思ったんですけど、ミシンはちょっと待とうと、一旦革をちょっとやってみようぜということになりまして、ちょっとね、レザークラフトをやってみることになりました。急に具体的に。なのでね、ちょっとこれのチャンスも来るかもしれん。ということで、とはいえ、まだ何にも道具がないので、一旦は普通のサイズ、ミニチュアサイズじゃなくてね、普通に人間が使うサイズの簡単なレザークラフトをやってみて、で、その後、私はね、いずれミニチュアサイズもやりたいなと思うんですけれども、今日はね、一旦パンドラハウスに行ってきまして、道具をね、いくつか買ってきましたのでね、今日はそれをまずご紹介したいと思います。はい。こんな感じでね、実はまだこれ全部揃ってないんですよ。パンドラハウスさんにちょっとね、売り切れ状態になってるものもあったので、まずはあるもので、この辺使いそうかなっていうのを一旦買ってきました。まず、これひしめ打ちって言って、レザークラフトって基本的には手縫いを今回はするんですけど、その縫うのにね、普通の布だったらプスッと針刺せば穴が開いて糸が通るんですけど、やっぱそうはいかないので、これでね、あらかじめ穴を開けとくらしいんですよ。穴を開けといて、そこに針と糸を通すみたいな。針、糸というかね、ロー引き糸、なんかね、ローが塗ってあるらしい。すでに糸に滑りがよくしてあるらしいですよ。ローが一応塗ってあるってことだったんですけど、一応ローも買ってきた。これでね、朝とかにニュリニュリして滑りを良くするらしいです。これがコバトコ面仕上げ剤トコクリアー。レザーって表はツルツルしますけど、裏がモサモサしてるじゃないですか。あとはね、切った切り口もモサモサしてるので、そういうとこにこれを塗るとツルツルしてツヤが出て長持ちするらしい。これはね、なんか絶対いるって書いてあったんで買ってきました。これはね、ようわからずに買ったんですけど、なんかいろんなのに使えるらしい。接着剤をつけたり、そのさっき言った床とかコバを磨くのに使ったり、あとここの筋で線をつけたり、いろいろ使えるらしいので、ヘラつきヘリ磨き買ってみました。これは要はね、皮を切るナイフです。皮包丁。カッターでもいいらしかったんですけど、なんかね、気持ちも大事なので買ってきました。で、最後これも買ったやつなんですけど、ビニール板って書いてあって、要はこのさっき言ったね、これでカンってやるんですけど、穴が開くじゃないですか、そんなことやったら。なのでカッターマットの革バージョンみたいなことです。なんでカッターマットよりも全然硬いです。柔軟性は多少あるんですけど硬いです。ガラスではないんですが、かなり硬いビニールというかね、感じになってます。
これめっちゃ高かった。正直あんまり値段見ずにレジに行ったんですよ。で、これがね、2000円ちょいぐらいだったのは把握してたんですけど、これはね、値段いくらなんかあんま把握してなかったんですけどね、確かね、3キュッパぐらいした気がする。まあ、確かにこれ、ね、大事じゃないですか。穴開いたら大変なことになるので、適度な硬さと柔軟性というかね、がいるんですけど、これがまさかの一番高いっていうね、事実でした。ということでね、今回は以上10点ぐらいかな買ったんですけど、実はね、これだけではちょっと足りないので、残りはね、このスタイル社さんはね、楽天とかでもショップを開いてらっしゃるので、楽天で買おうかなっていうふうに思ってます。はい、そんなわけで、革はね、レザークラフトはこっからちょっとおいおい、基本的に週末かなにやっていこうかなとは思ってるんですけど、それとは別でミシンの方もねやっていきたいと思います。でね、何作ろっかなって思ったんですけど、ちょっとねまたパーカー欲が出てきました。というのも、このレザークラフトをいろいろ調べてるうちでね、なんだっけ、カシメだっけな、要は金属のパーツを使って、それこそこういうのもなんですけれども、お洋服にね装飾したり穴を開けたりっていうのもよくやっぱレザークラフトの中でも入ってくるんですよ。でね、それもやっぱね道具がいったりするのでなかなか手が出なかったんですけど、今回ね途端そのレザークラフトを始めることになった結果、道具をいろいろ揃えることになってきたので、だったらちょっとそういう金属加工系もねチャレンジしていきたいなと思ったんですよ。で、そう思った時に何をしたいかと思ったかというと、パーカーの紐が出てくるとこの穴にこうよく金属の穴開いてるじゃないですか。布がボソボソしないように。で、そこに紐とかが通っててっていうのをよく見ますよね。あれめっちゃ憧れてるんですよ。でも多分ドール服用のってそもそもあれめっちゃちっちゃいパーツですし、であとその多分布の相性もあると思うんですよ。ああいうのってこうやっぱね、布の目があんま粗いとボソボソしてすぐ取れちゃったりもすると思うので、その辺もあるのでちょっとね道のりは長いなと思いつつ、こうねやっぱどうせなら本格的なパーカーをいつか作りたいなって思って、まずはちょっとね練習をしようかなって思うんです。で、パーカーは今まで動画でも何回か作ってきたんですけど、ちょっと今回はより本格的というか自分の理想のシルエットに近いパーカーをちょっと目指してみようかなということで、まずは一回練習でねパーカーを作ってみようかなと思います。でね、布も買ってきてもよかったんですけど、家にある布もねいい加減消費していかないといけないのと、今回は超実験会なので最悪おじゃんになってもいいかということで、もうこれいつ買ったのかどこで買ったのかも全然わかんない、多分天竺ニット薄手のね、これだいぶ前な気がするな、買ったの。なんなら赤のれんとかで買った気がするんですけど、この天竺ニットを使ってパーカーを作りたいと思います。で、型紙がちょっとねあるかどうかわかんないんですけど、もし型紙があればできれば大きめのドールサイズで作りたいです。やっぱねレザークラフトも何事もそうなんですけど、まずは大きめから作った方が絶対に簡単なんですよ。私はねともすればすぐ小さいのを作ろうとするので失敗する。だからできれば今回は27なくても22、どっちかのパーカーで、できれば今回は前焼きとかじゃなくてトレーナータイプのパーカーを作りたいなと思うので、ちょっとそういう型紙があるかどうかを探すところからなんですけど、最悪一から作るしかないなとも思ったりもしてるので、ちょっとね道のりとしては険しいのかなと思いつつ、ちょっと型紙を探してみたいと思います。はい、パーカーの型紙を探したんですけれども、なんか見つからなかったんですよね。ということで今回はちょっと合わせ技
かつ、ちょっと改造というかアレンジを加えて実験をしてみたいと思います。どのようにするかというと、まずこちら、小さなお人形のためのドールコーディネートレシピ。こちらはですね、まさにその名の通り、割と小さめのドール、ミディちゃん、ルルコちゃんあたりがマックスだったと思います。で、こちらはね、パーカー載ってるんですよ。いわゆるスウェットパーカーっていうんですか、前開きとかないパーカー、トレーナーみたいなやつが載ってます。ただ当然ですけど、最大20なので、大きいパーカーではありません。で、こちら、ドールズクローゼットのシーズンズですね。こちらの方は、パーカーはないんですけれども、ラグラン T シャツが掲載されてます。ラグラン T シャツの、これはね、最大で27センチドールサイズ。なので、ももこサイズが掲載されてます。で、今回は、大きめで作りたいんですよ。やっぱりね、最初は大きめがいいので。なので、こちらの27センチドールラグラン T シャツに合わせて、こちらのフードの部分だけ大きくして、なんとか合わせ技できないかなというふうに思ってます。できればこのラグラン T シャツも、こちらに載っているね、ラグラン T シャツは7分丈で割とフィットした感じのデザインなので、こちらもできればちょっとブカッとした感じのものにしたいなというふうに今考えてます。で、こちらをね、どのぐらい大きくすると27センチドールサイズになるのかが全然わからなかったので、取り急ぎこれですね、フードの型紙を 120% と 130% に拡大してコピーをしてきましたので、ちょっとこれでね、どのぐらいうまくいくのかどうかを試しつつ、こちらのラグラン T もちょっとダボっとしたシルエットに、アレンジしようかなというふうに思ってます。ちょっとこれは試しながらやるので、そこそこ時間もかかりそうですけど、一応今回のプランとしてはね、そんな感じでいこうかなと思います。ちょっとミシンはね、やれなかったんですけれども、レザークラフトの道具をいろいろ買ったのと、あとはね、次作る大きめ27センチドールサイズぐらいのパーカーを作る準備をしましたという動画になりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。